子出産を繰り返す場合の精神的及び科学的問題は何ですか？最初の問題、これは、テルトゥリアヌスの意義として知られており、次のように述べています。繰り返し出産が真実であるなら、なぜ乳児は大人と同じ精神能力を持って生まれないのでしょうか。2番目の問題、出生頻度が正しい場合、生物は出生周期で相互に伝達されるため、生物の数は一定であると想定され、生物の数が一定であるとは誰にも言えないでしょう。今日は合理的な人。地球が全く存在しなかった時代があったこと、地球上の生物が存在しなかった時代があったこと、生物がこれほど多く存在しなかった時代があったことは証明されていますが、むしろ、それらは非常に少数でしたが、時間の経過とともに増加しました。これは今日の人類の総意にもなっています。人類の数が今よりも少なかった時代がありました。人間の数は全会一致で決まっているわけではないのに、なぜ一定の周期で出産が繰り返されるのでしょうか。第3の問題、なぜ、自分がいた前世、つまり前世を覚えている人が誰もいないのでしょうか。ルース・シモンズというアメリカ人女性がいた。彼女は、これはブライディ・マーフィーという別の女性の誕生の繰り返しだと主張した。ルース・シモンズは、19世紀にアイルランドでブライディ・マーフィーだった時の前の記憶を思い出し始めた。研究者らが調査した後、ルース・シモンズの人生を振り返ると、彼女にはブライディ・マーフィーという古い隣人がいたことが明らかになり、彼女はアイルランド出身のブライディ・マーフィーというブライディの思い出を自分のものだと考え、自分がブライディであると主張した。出産を繰り返すというのは幻想と想像であり、科学と常識の最も単純な公理に矛盾します。哲学百科事典の編集長でニューヨーク大学教授のポール・エドワーズ氏は、出産の繰り返しは現代科学と矛盾する空想だ、という。人は死んだら、別の人生に生まれることはありません。神が預言者ムハンマドに掲示された高貴なコーランは、神の祝福と平安を与えてくださいますように、という人々にこう答えています。37スーラ・アルムミヌン。神はその力ある書の中で彼らの言葉に答えて、こう言われた。彼らは、私たちが彼ら以前にどれほどの世代を滅ぼしたかを見なかったのか。彼らは彼らのところには戻らない。31スーラヤシン。死んだ人はこの世に戻ることも、再び戻ることもありません。全能の神はこう言われました。彼らは最初の死を除いて、そこで死を味わうことはない。56スーラ・アドドゥカン。これはイスラム教徒の教義であり、世界の状態と創造の状態を理解する人々の教義です。第4の問題、繰り返しの誕生の哲学は、犯罪や不服従を犯すことへの無関心につながります。実際、人は次の誕生で必然的に救われるため、繰り返し誕生することは犯罪の実行を正当化します。入っています。これはあらゆる犯罪行為との和解を意味します。したがって、本の冒頭で述べたように、仏教の道徳哲学は、一見すると道徳哲学ではなく、むしろ道徳を堕落させる哲学である。それはすべての犯罪者、殺人者、犯罪者に真の慰めを与える人間と姦淫者には、救いの無限の機会が存在する。人が犯罪者や抑圧者としてどれだけ死んでも、その刑罰は一生続くのだ。多少の苦難があれば、次のいずれかの生まれで救いが必ず訪れるだろう。したがって、仏教が単なる道徳哲学であると想像する人は誰でも間違いであり、実際には、仏教はこの道徳を腐敗させ、その破壊を正当化するものを仏教と同じ前提から求めているのです。